昨晩の相場で、面白い記事を読んでいましたので、こちらを皆さん解説したいと思います。現時点今は3月の19日で午後の3時20分でございます。ここです皆さん。特に今、次の大きなトレンド。次に我々が気づくべきことはこれだと思う。ボラティリティ指数と実はドル指数、アメリカのドル指数が一緒に連動しています。このトレンドがすごく重要だと思う。で、今はボラティリティが下がってきました。ボラティリティ指数がこれがまた 23.86 までに下がりました。すごいです。これは恐怖指数とも呼んでいて、30日先の SP500 の変動率を測ってます。で、これが今下がっていることを見ると、相場は安定してきた。相場が安定すると実はアメリカのドル指数とすごく相関してます。つまり今後はドルも下がるのではないか。しかもドルの MACD が下落トレンドになった。いや、ドルが下がるといろいろと機会、チャンスは出てくると思います。はい。で、やっぱり一番直接なのはアメリカドルが下がる。これは DXY といってアメリカドル指数なんですね。ドルが下がるということは他の通貨が上がります。で、他の通貨が上がると思ったら、今まで僕が見てきた通貨、例えばですけど、イギリスポンド、ヨーロ、ここやっぱり上がりやすいと思います。この2つは特に上がりやすいと思う。それと、オージードル、5ドルの方も上がりやすいと思います。こういう通貨ですね、ドルと逆に動く。ここドル建てなので、ドルが下がるということは、こっちの方が上がるんですね。分子と分母を割ってるので。なので、まず皆さん、ここに気づくべきだと思いますね。I think これからは FX の方で大きな動きがあるのではないか。ボラティリティが下がると、FX の相場でいろいろとチャンスが出てくるのではないか。なので、今はそちらの方を僕は目を向けています。それプラス、そうですね。I think FX の方がこういうふうに動くと、コモディティにもやっぱり目をつけるべきだと思います。コモディティの方も特にドルと逆相関しやすいものもしかして上昇しやすいかもしれません。なので目をつけているのはパラジアムとかプラチナの方ももしかしてここからまた上昇する可能性もあるかもしれない。だから商品の方だとちょっとトリッキーなんですね。この頃すっごくウクライナ情勢の理由で上がってきた。なのでそう簡単にまた大きくと爆上げするのか。ちょっと僕は商品の方はわからないね。だけど特にドルがこれから下がるということになるとやっぱり一番もっと直接なのは I think it's 通貨の世界だと思う。なので通貨の世界だと特にヨーロとかイギリスポンド。イギリスポンドとか先週、今週ですね、イギリスの方は利上げをしました。で、しかもヨーロッパの方も今後利上げをすることが、一応検討されてます。アメリカの方も利上げしたけど、このチャートを見るとダブルトップみたいに見えるので、ドル指数が今後下がることによると、やっぱり通貨は上がりやすいと思う。でも逆にドル円はちょっと危ないと思う。ドル円が119まで行きました。すごいです。だけど逆に、ここドルが下がるとしたら、ドルもまた118台とかに行く可能性は僕は高いと思います。まだこのレンジを見ていますね。特に118.5テオと 117.7 こちらの間のレンジに戻る可能性も高いかなと思い、皆さんここにも気をつけてみるべきかなと思っています。はい。特になんでこのレンジを見ているかというと、ドル円の方のピボットポイント分析ですね。ピボットポイント分析の方を見て、特にここは 117.7 っていうのが大きなサポートレベル。なので、もし下がるとしたらここがサポートなので、ここもボトムになるかもしれません。Alright. I think that これ FX を皆さん、来週は特に見ていきましょう。いろんな他の通貨を買うのがチャンス。商品ももしかしてチャンスだけど、これも商品によるので、次のトレンドはもう株価は上がった。I think it's FX の方に目を向けて、特に我々日本人はドル円の方でここが下がると思ったら、もしかして日経平均のパフォーマンスは少し影響もあるかも。トヨタとかホンダとかもソニーもあるかも。なのでそこも皆さん気をつけていきましょう。